皆さんこんにちは。今回の動画では大麻の呼び名について解説していきます。大麻にはカンナビス、マリファナ、ウィード、ハシシなど様々な英語の呼び名があります。特にカンナビス、マリファナ、ウィード、ハシシは大麻の呼び名としてよく使われています。これらの呼び名の由来や違いをしっかりと理解しているでしょうか。おそらくほとんどの方が意味や違いを理解せずに使っているかもしれません。曖昧に使っていたら外国で大麻を購入するときなどに困ったことになる可能性もあります。そこで今回の動画ではヘンプ、カンナビス、マリファナの由来や意味の違いを詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。大麻には呼び名が数百以上あると言われています。それだけの呼び名がある理由は昔から世界中で大麻が使用されているからです。大麻は嗜好品や医薬品、祭りごとなど様々な用途で使われてきました。日本でも昔から自生していて、衣類や燃料、医薬品として使われてきました。このように世界中で使われたことにより、その場所で使われていた言語によって多くの大麻の呼び名ができたというわけです。呼び名が違いますが、適当につけたわけではなく、それぞれに呼び名の由来があります。まずヘンプについてですが、ヘンプの語源は古いドイツ語が変化したものです。ヘンプと聞くと現在は大麻の総称になっていますが、もともとは大麻から生成される麻などを指していました。またヘンプは大麻のサティバファミリーの一種という意味合いもあります。ヘンプは嗜好用で使用することは少なく、産業用として使われることが多いです。例えば人工スポンジやケーブル、リネン、紙、ロープなどに加工されて利用されます。またヘンプは THC 含有量が 0.3% 未満の大麻であり、摂取しても嗜好用大麻のようにハイになって精神活性効果はほとんどありません。最近ではヘンプに鎮痛効果や抗炎症効果があると研究で分かってきており、医療用として使われています。つまりヘンプは医療や産業などに利用される大麻のことを指します。次にマリファナですが、マリファナはスペイン語が語源です。マリファナも大麻のサティバファミリーの一種ですが、ヘンプとは意味合いが少し違います。その特徴とは大麻草の外観の違いです。マリファナは広い葉、密な芽が特徴で、短く生い茂ったような外観をしています。一方でヘンプは上に向かって成長しており、マリファナよりも高くなります。先ほどヘンプは 0.3% 未満の THC しか含まれていないと解説しましたが、マリファナの THC 含有量は15から 40% と非常に多く含まれています。このためマリファナは精神活性効果が高くなっています。つまりマリファナは嗜好用として使われる大麻のことを指しています。THC 含有量が多いため吸引したり食べ物や飲み物に混ぜて使います。 THC 含有量が高いマリファナもがんやアルツハイマー、多発性硬化症などの病気に効果があるので医療用として使われることがあります。最後にカンナビスですが、カンナビスとはカンナビスサティバもしくはカンナビスインディカという学名から取られています。カンナビスは大麻と同義語で大麻全体のことを指します。カンナビスは学名なので加工される前の大麻草という意味合いが強いです。カンナビスイコール大麻草の名前が出たので、大麻草の特徴も解説しておきましょう。カンナビスは世界中の熱帯および温帯地域で自生しています。ほぼ全ての気候で栽培することができる植物となっており、匂いは独特な香りがします。成長すると1メートルから2.5メートルほどになります。中央アジア原産と言われていますが、明確なことは分かっていません。直立に成長し、茎の太さは親指ほどになることもあります。
葉は3枚から9枚ほどの小さな葉が集まり、手のひらのような形で、その小さな葉の縁はノコギリ状になっています。最後にまとめると、ヘンプは THC 含有量が少なく、産業用や医療用として使われる大麻ということ。マリファナは THC 含有量が多く、嗜好用や医療用として使われる大麻ということ。カンナビスは大麻全体を指すということ。これらの意味を考えると、海外で購入する際にはマリファナといえば意味が通じますね。ぜひ海外で大麻を利用する際にはマリファナと言いましょう。MJ チャンネルでは大麻に関する情報を分かりやすく解説していきます。少しでもいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。Twitter とブログも頑張ってますので、よかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。